までやってきた相手とはちょっと違うのかなと思ってますね。Hey Kyoji, it's me. Get ready to fight because I'm coming. 自分がこっちに来てちょっと変わったじゃないですか、ライジンが。本当に強いやつが来たっていうので変わったじゃないですか。だから強いやつとやんなきゃダメなんですよ。いや、誇らしいですよ、それは。最高傑作だね。やっぱり自分が型にはめちゃって人生を奪った以上はやっぱりこっちも時間を費やして毎回応援にも行ってましたし、間違いなく勝つ。ようやく本物が来るぞと。そうですね。世界で戦ってきた強さを見せることができたらいいなと思ってます。誰でもいいのでかかってきてほしいです。何のダメージもなく一瞬で倒してやりたいなと思います。実力のマッチメイクで言った僕も、僕勝っても俺驚かしいし。じゃあ行こうか。行こう。何で仕留めてくれる。右のストレートで最後。頂点まであと2つです。さあ、肩固めの体勢だ。きっちり3試合っていうのはどうでした？いや、別に問題ないですよね。やっぱ空手とかでトーナメントでやってたんで、別にそこには何も思いませんでした。自分は空手で強くなったので、試合終わって1号クラブ空手の道場帰って祝勝会開いてくれたんですよ、はい、でその時に自分の空手の先生が今ちょっとがんで弱ってるんですけど、そうです、そこで全然泣かない先生が俺の誇りだって言って泣いたんですよ。そうだから帰ってきてよかったなと思ってます。ああ、そんなことだったんですか？そうです。失礼します。はい、いらっしゃい。最近お体の方はいかがですか？よからず悪からず。堀口選手がですね、他の MMA ファイターと比べて秀でてるところを教えていただけますか？全部だよね。間違いなくね。ごく単純なことで力が際立ってある。腕力でも脚力でも。あとは素直さ、努力。要するにその元がもうすごい。あとは俺と出会ったこと。自分はここの空手で強くなったので、はい、ここで学んだからその格闘技に生かしやすかったっていうのもやっぱある。まあそうですね。なるべく実践に近い寸止め。殴ってなんぼだよっていう技、蹴ってなんぼだよっていう技を教えてきたつもりです。 ATT のコーチたちは空手のことは一切わからないので、やっぱり自分は足使って空手のスタイルなんで、まあ、最終的にそのどこが壊れてるとかを見てもらって
ちょっとずつアドバイスしてもらうっていう。だから自分はここに来てるっていうのもあります。うちは半分とは言わないけど、まあ3分の1、向こうが3分の2ぐらいのペースでやっていけばちょっと負けないかな。一番最初はまあ試しぐらいな感じで多分来てたと思うんですけど、群馬で1番だったんですよ。だから多分負けるはずないと思って来て、ぶっちゃけ一番最初は弱かったですね。まあボコボコにやられて、これはちょっとやり返すしかねえなと思って通い始めました。そう、アグレッシブさといいますか、やっぱり普通の人では考えられないような胆力といいますか、そういうのは持ってましたね。堀口さん、そういうことに行かずに空手の道に進んだとしても、やっぱりこう世界チャンピオンとか慣れてましたか？なってたと思いますね。堀口さん一家もう家族ぐるみで付き合ってますけど、まあ、ここに来るまでも2時間ぐらいかけてきて、家族ぐるみの力っていうか、家族の力、サポートですよね。そうですね。親もお前がやりたいならじゃあ送っていくよみたいな感じなんで、もうすごい、どんな距離でも何時でも来る。まあそれも今教授がある原因かな。だから親だよね。まあ自分がちょっと子供の頃空手をやってたので、自分が叶えられなかった夢をっていうか、まあ何かやらせようと思ってたんですけど、自分がやっぱり空手だったんで空手をって思って。お金もやっぱりどうしてもかかっちゃうっていうところでお金はかかりますね、見えないお金が。だから貧乏です。自分の母親の美春です。よろしくお願いします。お綺麗な。ありがとうございます。失礼ですけど、はい。おいくついらっしゃる？もう46です。変わんない。老け顔っすからね、自分が。どうですか、最近の息子さんのご活躍？特にそんなすごいとか思わないんですけど。すごいと思わない。なんかそんなにピンとは来ないんですけどね。ピンとは来ないんですけどね。アメリカの試合っていうのは見られてたんですか？そうですね。毎回応援にも行ってましたし。まあアメリカだけじゃないですけどね、自分ヨーロッパとかでもやってるじゃないですか。だから全部来てますね。親父、母ちゃん、弟、おじいちゃん、おばあちゃんですね。全部来てもらって。この時ばかりっていう感じで。そうですか。親の時間もやっぱり取られるじゃないですか。そういうことに関してはどう考えてられてたのかなと思って。やっぱり自分が型にはめちゃって人生を奪った以上はやっぱりこっちも時間を費やしていかなきゃって、まあ好きか嫌いかに最終的になっちゃうんですけど、好きだからそこまでできたのかなって思いますよね。格闘技になっても相変わらずサポートするっていうところはお父さんの中では変わらずっていう感じですか？全然変わらないですね。親だよね。まあそれも今教授がある原因かな。すごく本当にこう先生のことを慕ってるんだなっていうのはやっぱりいつも思うんですけど、やっぱそこはありがたいですね。父もさっき言ってましたけど、超素直なんですよ。もうすごい素直で努力家。もうだから息子と一緒です。父のその今の闘病生活やってる中での教授とかが活躍してくれるのとか見て、そういうのが生きる活力になってんじゃないかなと思って、そこがやっぱりすごくありがたいですね、僕の中で一番。はい。父がほら抗がん剤やっててちょっと練習できない時なんかは自分は父に教われないんで練習にはならないんですけど、そういう時はもう子どもたちの指導のためだけに来てくれてました。
ってる意味わかります。ここで来るんで初めて相手。そう言ってそういうもんだ。ありがたいよ。もう丸5年過ぎるんですよ。今軟骨肉腫、骨肉腫。まあだけど転移する可能性が大だってことで、じゃあ切断しようということで切断思い切ってして。やっぱり医療治療は続くから、まあ案外大変なんだよね。まあそういう時にほら教授が頑張ってくれたり。今の堀口選手、先生にとってはどういうお弟子さんですか？まあ宝物なのかな、俺のね。最高傑作だね。本当に次の相手心配しちゃう。Hey Kyoji, it's me. Get ready to fight, cause I'm coming. 今までやってきた相手とはちょっと違うのかなと思ってますね。ジョンソンと5分の試合をやったって聞いた時に、そんなすげえ選手いるんだと。まあこの間の試合からじゃ何にも分かんないよね。さあついにその危険な野球2人が四角いジャングルに放たれました。すごいね、この空気感。すごい。脳を放ちながら左、脳死を出ていく。これ分からない、目が離さない。馬場大元気、一気に出てくるとされたバックボール。左も刺した。いやー、試合が止められました。荒れる大荒れのバンタム級トーナメント。The last GP was a complete failure, obviously. I didn't make it past the first or second minute because of... I really wanted to fight, really wanted to win. Kyoji Horiguchi has been somebody I've wanted to fight for a long time. I went to Japan to chase him, to fight him specifically. I would love to show the Japanese fans a technical fight. ガッチガッチのレスラーですね。やっぱ打撃も優秀ファイターなんで、レベルも高いし反応も速いし、今までの日本でやってきた相手とはちょっと違うのかなと思ってますね。やりづらいでしょうね。多分やりづらい。まあ向こうのスタイルは自分と全然真逆じゃないですか、はっきり言って。だからまあ向こうは向こうのペースでどんどんやってくると思うんで。My best case scenario, the fight will end with Horiguchi unconscious on the floor, whether it's from a choke or a knockout. Me with my hand raised and a confetti popping in the air and a statue or a trophy the size of me to carry around. トーナメントで来ると思ってたんで、まあその対策はしたんで、盛り上げる試合しないとっていうスタンスですよね。はい。間違いなく勝ち。間違いなく勝ちです。教授が 100% 勝つ。締められたり関節で決められるってことはまずないと思うんだよね。ってことはもう判定で勝ちかノックアウトで勝ちか、それしかないから。自分がこっちに来てちょっと変わったじゃないですか、ライジンが。本当に強いやつが来たっていうので変わったじゃないですか。だから強いやつとやんなきゃダメなんですよ。
これにかけてるで応援してくれる人もいるんで。その期待に応えたいし、人生を奪った以上はこっちも時間を費やして。俺と出会ったこと、先生のこともあるし、先生に恩返しじゃないけど自分の戦い見せたいなと思って。メインの仕事できましたかね。ありがとうございます。宝物なのかな、俺のね。日本人女子で初めて、そして唯一世界のベルトを巻いた超本格派ファイターが堂々の参戦を果たします。インビクターアトム級チャンピオンの浜崎彩香です。雷神初参戦、とても楽しみにしてます。大暴れしたいと思います。女子この階級では女版、堀口教授と言われてます。今までは、サポート役として玲奈ちゃんに、一緒に試合についていってたんですけど、次は自分が出るっていうことでしっかり決めて勝つのが私のスタイルなので、世界で戦ってきた強さを見せることができたらいいなと思ってます。アリーシャ・ガルシア。パワーも弱くないしスピードもあって、何より気持ちが多分強くていい選手だと思ってます。浜崎選手は有名で強いし、この試合にも勝つと思われてるでしょう。でもだからこそ私には超美味しい試合だわ。私は世界チャンピオンでやってきてたので、自分のやりたいことをやっていけば大丈夫だと思います。世界チャンピオンが日本で見れるってすごいことじゃないですか。そういうのはすごい自分の中でもすごい嬉しいですね。普通にやるかなっていうところではやりたくはないですけど、今やったら勝つ自信は正直言ってないですけど、でも本当にすごい強いイメージしかないんで。よく知ってる選手だよね。そうですね、練習もさせてもらってたんで、もう一本のスパーリングで何回も決められたりとかも、本当なんか全然一個レベルがまた違う一個上の選手だなって思ってましたね。今回ね決まったんで良かったです。UFC にはない階級なので、自動的にインビクターが世界チャンピオンと世界一番上だということですね。経歴としてはかなりすごいことをしているのに大多数の方が知らないじゃないですか。そうですね、そういうもどかしさっていうのはやっぱりありますね。やはりなかなか日本でフィーチャーされにくい部分なんですけど、折口選手もそうですけど、実際試合見たらみんな思うじゃないですか。おおすげえな。でも全然前は知らなかったっていう、どれだけ強いっていうのを見せれるところっていうのがここであるっていうのはすごく嬉しいですね。ようやく本物が来るぞという。そうですね。こんにちは。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃめちゃ勤務スタイルですね。それ。そうですね。これユニフォームなんで。
じゃあ牽引行きましょうか。はい、お願いします。いつも男の人がやってくれてるんだけど、同じような力だね。浜崎さん格闘技やってるってご存知ですか？知らなかった。なんかアメリカの方まで行ってやるとかっていう話は聞いてたんだけれども、ちっちゃいじゃないですか。とか思いましたよね。じゃあぜひテレビでやったらですね、応援していただけますか？あ、もちろんですよ。もちろんですよ。買ってきたらよかったねって言いたい。もうバカみたいなクリニックなのに浜崎彩香参戦とか今度何々見てくださいとか、そうやって患者さんもそれで応援しに来るんですよ。会場にも来てくれたりとか、結構ね本当そういう意味では患者さんにも元気与えてるんで、プラスの意味がすごい大きいと思って。それだけで食べていくっていうことっていうのは目標だったりとか、なんかそういうことあったりしました？もうちょっと格闘技に専念できる環境だったらもっと練習できてもっと強くなれるんじゃないかっていう気持ちもありましたけど、今やっぱり雷神で女子格闘技が盛り上がってる中で私もずっと戦いたいっていう気持ちもありましたし、最後、日本で集大成というかそういうのを終えたいなっていうのもあって。本物が来るぞという本田は、堀口教授、ぶっちゃけ朝倉環奈に勝てますか？勝負の世界なんで 100% はないですけど、しっかり油断せずにやれば勝てると思います。やるんだろうなと思いましたけど、練習してる人と試合しないといけない状況に大西あるじゃないですか。でやれって言われれば私はやる覚悟はできてます。一番嫌ですよ。この間のトーナメントの中で誰が一番嫌かって言われたらやっぱりレイナちゃんもやりづらいと思います。今世界一でやらせてもらってるので誰でもいいのでかかってきてほしいです。ボナススポーツ。いや結構こう向きになっちゃうんでゲームスーハム世代ですけど画面左側上段は上段ガード。上段攻撃。上でしたよ。悔しい。おお気持ちいいこれ。ズラとかあった。冷たくなっちゃう。武器がすごいことになりました。来た。さあバトルがスタート。どんな戦いを見せてくれるのか。最後まで気が抜けない。おっとからファースト発動しないのか。最後まで壁ビリビリが待つ。負けた。これは熱くなっちゃいますね。ハマりそうです。すぐ終わるから1回が。はい。ちょっとした時間にやっちゃいそうです。キックボクシング MMA いずれも無敗の神童が再び福岡の地に降り立ちます。那須川天心、日本拳法をバックボーンに持ち芸術的カウンターを得意とします中村優作。スピードが速い感じかなと、アグレッシブかなっていうだけですね。分かんないんちゃいます？最初は僕の動きが意識するのは堀口選手ぐらいなんで、ここないですかね。天心、堀口より前に俺おるからまず俺倒してみろや。俺が倒すけどな。次も本当にね、自分の主戦場にしてるライズの大きな大会決まってるんで、何のダメージもなく一瞬で倒してやりたいなと思います。
決まりましたね。そうやな。はい。天心な。はい、僕いけると思うんですけどね。みんななんかあれですけど、僕このマッチメイクに関しては、天心が名前出過ぎてるだけで、その実力のマッチメイクで言って僕も、僕勝っても俺驚かんし、まあ負けても驚かんですけど、勝っても驚かないですよ。いや負けても驚かへんもんな、そら。はい、そうですよ。当の妥当なマッチメイクですこれ。あ、ほんま？僕そう思うんです。ヤシャボーはもうテンションめちゃめちゃ上げてましたね。ヤシャボーにこう打撃を教えてきてたのは、まあ、僕なんで。俺はまだ格闘技始めて一回も彼に左ストレート当てたことないし、自分が体験してるっていうか見てほしいですね。もっと知ってほしいし、この人の実力をあそこで出せれば、いやもう日本揺れるっすよこれ。ほんまに面白い試合になると思うんです。期待してるです。いや期待しててくださいっていう話ですよ。仕上げてくるから。向こうファミリーで来てるから365日一緒なわけですよ。向こうは365日対戦相手の話してるんですよ。それは強いっすよ。だから僕らはチームでやる。これ取ったらでかいってひっくり返したろや全部マジで。那須川天心というもう世界一強いって言われてる男に自分の兄貴的存在な僕が挑むっていうのが楽しみで仕方ないんちゃいますかね。天心対策話してこっちもチームでちょっとチーム組もうかな思って今日は僕ら大阪から神奈川小淵まで来て、あの天才2人に教えてもらえるんだったら、楽しみっすね。天才だと思う。まあ天才でしょあの兄弟は。俺らから見る天心とキックボクサーから見る天心全然ちゃうもんな、そこやね。ジムトライハード。じゃあ行く？行こうか。行こう。早速。こんにちは。おはようございます。ああ、どうか。なのか。オッケー。